ゲームが大好きなさくらです。今回は、衝撃、FireTV でファミコンのゲームを遊んでみた。こちらをテーマに話をしていきたいと思います。今回の動画では、FireTV、スティックでファミコン、英語だと任天堂エンターテイメント、システムを遊ぶ理由、ファミコンを遊ぶ方法、実際に遊んでみたら驚きの結果が、これらについて解説していきます。このチャンネルでは、タブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェット、パソコン、テレビなどの家電を有効に活用して、もっと生活を便利で豊かにするための情報を発信するチャンネルです。気に入ったらチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入ります。Amazon FireTV は格安で買えるコスパの高いストリーミング機器です。映画、ドラマ、アニメ、ゲームなど多くのコンテンツを楽しめます。正直、あまり不満はないんですが、残念なところは遊べるゲームが少ないことです。FireTV へ Google Play を導入できず、スマホのゲームができないのでゲームで遊ぶのは絶望的です。しかし、通常では使えないアプリケーションを使うことで、ロマンあふれるレトロゲームを遊べるようになります。今回はファミコンソフトが遊べる FireTV 制作に挑戦します。この動画は FireTV でファミコンソフトを動かすロマンのエンタメ動画です。全く実用性がありません。無駄にお金を浪費しているだけです。任天堂スイッチで遊べるみたいなツッコミはなしでお願いします。詳しくないので質問には答えられないです。申し訳ありません。遊ぶゲームソフトの調達。まずは遊ぶゲームソフトの調達が必要です。ゲームソフトはブックオフとハードオフで購入してきました。ゲームソフトのファイル化は以前Fire HD10 でやったことと同じ流れです。昔のゲームだからすごく安いんでしょと思っていましたが、とんでもない高額がついているソフトもあったりしてびっくりしますね。3000円とか5000円とかもっと高いものもありました。レトロゲームという世界は非常に奥が深そうです。今回準備したのはファミコンの歴代売れ筋ランキングの上位ソフトをセレクトしてきました。中には懐かしさで買ってしまったものもあります。スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ3、ドラゴンクエスト4、ドクターマリオ、エキサイトバイク、忍者ハットリくんです。忍者ハットリくんは権利の関係で、任天堂スイッチでも今後も発売されないと予想されるため、購入しています。ゲームの吸い出し。FireTV で遊ぶと言っても、このままで遊ぶことはできません。FireTV で動かせるように、ソフトを取り出すことが必要です。イメージとしては、カセットからデータをパソコンに取り込み、パソコンから FireTV へデータを移す必要があります。まずは、パソコンへの吸い出しが必要です。ゲームを吸い出す機器。そこで準備したのがこれらのアイテムです。レトロベースダンパー V3 と FC プラグインアダプター V2、1です。こういう機器って秋葉原の路地裏とかに売っていそうなイメージでしたけど、最近は Amazon で普通に買えちゃったりします。今でも秋葉原で売っているのか気になります。レトロベースダンパー V3 はメガドライブ用データ吸い出し機器。USB-B to USB-A ケーブルは付属しません。別で買う必要があります。FC プラグインアダプター V2、1はファミコン用吸い出し機器。レトロベースダンパー V3 に増設するタイプの機器です。基板がむき出しなので取り扱いには注意が必要です。静電気対策は必須。端子部分や部品部分を直接触らないようにしないといけません。自作パソコンとかできる人は扱いは大丈夫だと思いますが、それ以外の人にはあまりおすすめできる機器ではありません。それでは PC に接続していきます。ダンパーに FC プラグインを接続します。FC プラグインにカセットを接続します。USB ケーブルで PC と接続します。この手順で接続します。PC へ USB ケーブルを接続した後にカセットを接続するのは NG です。接続できる場合がありますが、本来の使用方法ではないので壊れてしまう可能性があります。再接続する場合は一旦 USB ケーブルを抜いてカセットを入れ替えた後に再接続します。次は PC での吸い出し作業です。ソフトはレトロダンパーの公式サイトから入手します。インフォボタンでカセット情報を取得。カセット情報が表示されていれば OK。
DUMP ボタンでファイル化が開始されます。出来上がるファイルは数十から数百 KB 程度です。次はデータのチェックです。カセットは古くて汚いので端子が汚れてしまっている場合があります。そうするとファイル化に失敗する場合があります。そんな時はデータが吸い出せたかソフトでチェックします。ROM チェッカーは正常に吸い出されているか確認できるソフトです。これがチェック画面ですが、最後の方の CRC が一致しましたと表示されれば OK です。データが壊れていたら、もし CRC が一致していなくてデータが壊れてしまっている場合、カセットの端子部分の掃除が必要です。正しい手順か微妙ですが、クレのコンタクトスプレーを準備。綿棒の先にスプレーをかけて、カセットの端子部分をゴシゴシこすります。そうすると、綿棒の先が黒くなります。だいぶ汚れていますね。10年以上も掃除をしていないので、汚れていても仕方がないですね。とにかく、端子部分の掃除を行います。あまり力を入れずに、根気よく、優しくゴシゴシするのがコツです。力を入れすぎて壊れても困りますからね。用途に合っていないと思ったら、専用のレトロゲーム復活剤なんてのも売っています。こういったものを使うと良いのかもしれません。私の場合、これを使わなくても端子は復活できました。読み取りがうまくいかなかったカセットを再度接続します。しっかりカセットが掃除できたら、再度カセットを接続してデータを取り込みます。ROM チェッカーで CRC が一致するまで掃除とデータ取り込みを繰り返します。根気がいる作業なので、一番の難関かもしれないです。FireTV の準備。次は FireTV へファイルを送る準備をしていきます。今回はわかりやすく USB メモリーと OTG ケーブルを準備しました。マイクロ USB-OS 2マイクロ USB MES の OTG ケーブルです。途中に USB-A ポートを搭載しています。USB メモリーは普通に売っている 8GB メモリーです。FireTV の設定をしていきます。FireTV の開発者オプションを選択。ADB デバッグをオンにします。次は FireTV でダウンローダーアプリを検索してダウンロード、そしてインストールします。次はダウンローダーアプリから URL を指定してレトロアーチアプリをダウンロードします。文字列を打ち込まないといけないので、リモコンで根気よく打ち込むか、USB キーボードや Bluetooth キーボードから打ち込みます。リモコンからだと発狂してしまうほど面倒です。ダウンロードが完了すると、インストールするか聞かれるのでインストールを開始します。次に ES ファイルエクスプローラーマネージャーをインストールします。FireTV で検索してインストールします。次は OTG ケーブルと USB メモリーを使って FireTV と接続します。ES ファイルエクスプローラーマネージャーを起動します。USB メモリーに保存しておいたゲームファイルをこのアプリを使って FireTV へコピーします。ファイルはわかりやすいようにレトロアーチフォルダの下に置いておくと便利です。レトロアーチの起動。それではレトロアーチを起動します。まずはコアをロードします。コアとはエミュレータ本体のことだと思ってください。最初は何もコアがない状態なので、ファミコンが扱えるコアをダウンロードします。Nintendo NES FAMICOM と表記されたものを選びます。私はこれを選びました。次はコンテンツをロードしていきます。先ほど保存したゲームのデータの場所を開いていきます。保存した場所を正常に開くことができれば、ファイルを表示することができます。あとはゲームのファイルを開いてゲームを開始していきます。それでは正常に動作しているかチェックしてみましょう。スーパーマリオブラザーズ3、誰もが知っている世界的に有名なタイトルの続編です。動作に全く問題ありません。ドラゴンクエスト4、国民的 RPG タイトル、全く問題なく動いています。ドクターマリオ、珍しい任天堂のパズルゲーム、全く問題なく動いています。コントロールはどうする？コントロールは FireTV リモコンで操作します。ボタンが少ないし、できることは限られるので、正直おすすめはできないです。雰囲気が出るように、ファミコンっぽい USB ゲームパッドを準備してみました。ファミコンの感じを再現したかったんですが、このコントローラーでは難しいみたいです。他のゲームパッドも試していきます。手持ちの Bluetooth コントローラーを試してみたところだと、
おすすめは Xbox シリーズ X コントローラーですね。A と B の位置が逆転しているので設定が必要です。PC、Android、iPhone にも使える汎用コントローラーなので、一家に1台あると便利ですよ。レトロアーチは、他にも対応コアがいっぱいあります。ファミコンの他にも、3DS、Wii、PlayStation、PS2、PSP、様々な機器にも対応。今後、要望があれば試していきたいです。それでは、今回のまとめです。今回は、Fire TV でファミコンソフトを遊ぶ方法について解説してきました。ほとんど、実際のゲーム機と同じ感じで遊ぶことができます。コントローラーはリモコンだと難しいので、Bluetooth コントローラーが便利です。気が向いた時に、身近なデバイスを使ってレトロゲームで遊んでみてはいかがでしょうか。あなたのお役に立てれば嬉しいです。高評価ボタンや低評価ボタン、どちらでもいいので押してもらえると次の動画に役立ちます。コメントまでしてもらえると最高です。最後までご視聴ありがとうございました。